にちは。今回は早々のフリーレン第30話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。イケオジ勇者、声が強い。 CV からして強そう。勇者はみんなイケメンだな。ほんといいやつ。井上さん、より一といい最強キャラの役多いな。老人の役も増えた言ってたな。こっちからも勧誘されてたのか。カーズ、より一、南の勇者、どれも作中最強レベルの声してる。やはり秀吉こそ最強。未来が見えるならゼーリエ様がどうなるか教えてくれ。連載が止まってて困ってる。自分の未来が見えるタイプなのか。ソロ勇者ってドラクエ1かよ。井上和彦71歳。なんで71でこの声出せんねん。マジかよ。こんな声出せるのか。かっけーな。マジですげえ。同年代みんなふがふがしてそうなのに。自分の死に様まで見ちまうのは嫌ですね。なんでこんな強いのに一人で戦ってたんだろうな。必要なのは未来を変えられるだけの味方だから。そういう人材が見つからなかったので一人ぼっち。ついてこれる人材がいないか。未来史で無駄死にさせたくなかったとか。死ぬのが分かってるから道連れの仲間はいらない。死に場所を選んでいったのか。人類の損失だろこれ。この人の犠牲で人類は最終的に勝つ可能性がある。全知のシュラハトもかなりの地位と能力者。ソロで魔王の幹部を全員相手にして反壊。むちゃくちゃだろこいつ。大抵自分の未来は見えない設定が多いのだが、こいつは見えるタイプか。死ぬと分かっていてそれでも挑むとか男だな。未来の読み合いで引き分けてくれたからヒンメルが勝てたのかもね。こんな強かったっけ。もりもり戦闘シーン。もしかしてスタルク割と強い。魔族の理屈は怖いよな。悪意とか無駄なものがないのが怖い。人が動物食べるのと同じ理屈じゃないのか。やっとバトル作が来たか。青リンゴ好きにはたまらない魔法。時間操れるやん。リンゴにとって屈辱的な魔法だな。ワイは青リンゴの方が好きだから嬉しいね。こいつネタキャラやなくてちゃんと強いんか。人類最強やぞ。作中最強や。人類最強やぞほんまに。連載してないからわからない。本当に人類最強だけど、未だに原作でも謎の伏線がある。にゃんこ先生、おいたわしや兄上の人、南の勇者。この人いつも最強ばかりやってるな。情けない先生ですまない。おお、ジェリド最強。北ハンズらしくなって帰ってきたな。作画すげえ。この戦闘は兄より。スタルク強い。かなり強いな。腹キック。せっかく女僧侶がパーティーに加わりそうな気がしてたのに遅いな。3対1でも手こずるのかよ。斧は剣に弱いからシュタルク不利だな。シュタルクやるやん。そもそも人間ってうまくないぞ。肉食動物は臭い。人肉薬ぜ。シュタルクが初めて役に立った。原作だとスコマのいつものやつ。なんで魔力探知できなかったんだ。魔力探知できてもそれが人間か魔族かはわからんでしょ。魔力の質でわからないのかよ無能だ。かわいい。魔族ってほんま同情する要素みじんもないのすごいな。人間に詳しい魔族さんサイド。氷存は無理。しゃあない。子作りはできるんか魔族。預金もらえよ。いらない。また時間ずらす。腐りかけを青まで戻せると考えたら便利やな。なんかこの時間に最適やな。実況しながらでも見れるちょうど良いアニメ。金曜のクールダウンにちょうど良いわ。金曜の夜ってのがええわ。次の日にしなくていい。南の勇者って出番これだけなん。あと1回くらい出てくる。南の勇者はもう死んでるじゃない。魔族とは倫理観とか人間の理屈とか全く相入れないよな。でも言葉自体は通じるからサイコパスと話してるみたいで怖いよね。現実でも身の回りにそんなタイプの必ずいるよななんて思う。人間にもいるよな。魔族だったのかな。結局南の勇者はなんで未来が見えたの。魔法が存在する世界なんだから持っててもおかしくないやろ。
やはりゼリエがイヤイヤフェルンの要望で与えた民間魔法は秀逸だったんだな。旅で選択する機会が限定されるので有意義。黄金鏡までやるんか。1クールだから無理。もちろんやるよ。劇場版3部作で。マハト編ってもしかして映画か。3月で終わりやからな映画かもな。短いな。作画オタクの人的には素晴らしい感じなの。ご飯は毎回美味しそうなんだよね。南の勇者は何かのすごい伏線らしいよね。謎だらけ。名前も伏せているという。今連載してるとこにも一部関わってるよね多分。南の勇者ってハラちゃん倒せなかったんやな。やっぱ魔力の多天人は無理か。あいつは最弱クラスだから逃げ回ってたらしい。フリーレン初めて見たけど、毎回エルフの女の子が一人で設定をベラベラ喋ってるって感じなのか。多くのパターンがあるよ。ガチバトル会もあるし。フリーレンの短編はほんと満足感が高い。くだらねえけど遺伝情報を書き換えるとか実は激ヤバじゃん。赤リンゴを青リンゴに変える魔法だよ。ミセスグリーンアップル。つまりもともとはミスレッドアップル。赤リンゴと青リンゴでは味や硬さ違うんだが。だからこれは単純に色を変える魔法ではない。原子配列変換に近しいまさに世界を変えるレベルの魔法なのだ。クソ魔法だけど、やってることが現実改変レベル。フリレンバトルは拳銃の早打ちの趣があるよな。フリーレンやフェルンが剣の魔族を魔族だと見破れなかったのはなんで？設定忘れちゃったんだけど、見分けるのって難しいんだっけ？魔力の扱いはやっぱ段違いなんで、騙そうとするときはうまく隠すんだな。魔族の魔力コントロールはさすがに見抜けない。ただ基本的に拳銃力高いからわざわざ隠すなんてしない。今回の魔族みたいな騙し討ち前提の魔族だと完璧に消せる。そんな剣破壊しろ。ゾルトラーク直撃しても平気だったようだな。南の勇者は生き様も声もかっこよかったな。ソロでボス7体同時に相手して半壊させるとか、あのおっさんはかしない。はい。8体だぞ。アクションゲームで8体同時ボスとか考えたらクソゲーすぎる。エルデンリングでデミゴッドとか8体同時に相手すると考えると良いよ。クソゲーどころの騒ぎじゃない。相打ちで8分の4を打ち取る勇者だったから脳を焼かれた読者が大量に発生して、人気投票でも上位になった。人類最強、人類最強。七宝剣に打たれた。7分の1の中ボスに負けたんか。七宝剣を3体倒した。やられるまでに結構倒してたな。7体足すその上司と同時に戦って4体倒した。加減しろバカ。七宝剣も今出てる奴らですらクソみたいなハメ技みたいな能力持ちばっかなのに、よう倒したよ。七宝剣ってものすごく強いんだぞとアーラが言ってる。純粋に強いタイプと能力が厄介なタイプといるようなもんなので。アウラはネタにされてるけど、今でも魔法使いでアウラ仕留められるのフリーレンとゼーリエしかいないよ。マッフラの魔法は根性で抵抗できるから、多分操作に抵抗しながら4体切ったんやろ。アウラはなんとなく初手で天輪破壊されて逃亡したイメージがある。そんで帰ってから泣きながら天輪直してそう。南の勇者もシュラハともお互いが出会うとき、両者死ぬのが分かっていて行動してるんだから、覚悟決まりすぎてる。全知のシュラハトは1000年未来を読めるのに、ヒンベルを子供のうちに始末しなかったのは、1、魔王をそこまで崇拝していない。2、魔王が倒される世界線の先に魔族が繁栄する未来が待っている。3、まさにその延長上のストーリーが早々のフリーレンで描写される。という解釈で OK。南の勇者も未来読めるし魔族にも未来が読めるやつがいるし、なんかそのあたりで別の真実がありそうな予感。人形劇パートは前監督が担当か。斎藤前監督まだ関わっとるながっつり。相変わらずようやりおる。よし NHK で人形劇フリーレンをやるのだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた
次回の動画でお会いしましょう。